着物のような形ではないけれど日本を感じさすようなそういうものを作りたいと思ったね。初めて私が日本の着物地とか帯地でドレスを作るっていうことを考えたんですよ。ものすごい向こうの人がそれを受け入れてくれたわね。認めてくれた。私が外国から帰ってきた時に日本のもんでこれをやろうと思った時はね、昔その小原流のお花のね、小原流の3代目の小原本雲先生で立派な先生がいらしてね、で私はお花のお稽古に行ってたから先生によくね知られてて、私が外国行って帰ってきたから話しに来いっていうので行って、そしたら先生がじゃあ君着物を着るいうことか言うから、着物をお母さんのように着れないと、もうね着物着てどっか行く言ったら美容院行って着せてもらわないと、それだったらね民族衣装って言えない。だからね私もうどうしたらいいんか分からへんわって言ったら、先生が君が国賓としてフランスとかイタリア招待されて、パリのオペラ座とかミラノのスカラ座へ招待されて日本の代表として行く時に私はこんなん着ていくわっていうのを作れって言ったの。それが私がこれを始めた一番の元です。私が今着る日本人ならではのもう日本を十分ね着物のような形ではないけれど日本を感じさすようなそういうものを作りたいと思ったね。それから始めたのよ。それは難しいわよ。だいたい量が少ないもんね。差幅がもう30センチしかないでしょ。これで1本分の長さが結局ダブル幅の1メーター20か30ぐらいしかない。だからそれをねどこへ使って、それで帯には必ず裏っていうのがついてるから、その裏が割とちゃんとした織物なんですよ。だからそれをいろんな風にね補助師に助けてして作るわけやからね。だからね結局あんまり変わった形ができないわけ、量がないから、やっぱりその柄の持ってる魅力いうんかな。柄はいい柄で上等ないうのは分かるけれど、服として見た時に「わあいいね」っていうようなのがないわ、なかなか。それは特別やね、やっぱり難しい、でも面白い作るのはね、これはね松ではないと思うんだけど、金銀のこういうふうな夏の帯ですわね、これね。ほいでこの帯にこの裏がついてんのよね。だからこれを私がうまく使ってるいうことでね。でねこの柄とね、そしたらこれもうね金がこちらから入ってきて、こっちずっとほらぼかしになってるでしょ。だからねこれ着たらものすごく綺麗のよね。この帯はね結局ねこの帯を作る時にこの柄をねどういうふうに置くかっていうことがものすごい基準になるでしょね。ほいでこんな大きな柄だったら
このもうアゲハの蝶がどこ行くかいうことがねすごい大事なわけなのよ。ね、そしたら一本の帯でこれだけとこれしか取れない。もうこれ黒、これはみんな裏の生地ですわね。だからこれを帯を一本ここで結局柄のとこで取ってしまったらこれとこれとこれで帯全部。これは上等の帯だからここの黒いとこが全部裏がこの金なのよ。全部だからこれ底光りしてるわけや。自分が本当に日本のものが綺麗と思ってこれを作ったでしょう。そしてオートクチュールでねしてねものすごい向こうの人がそれを受け入れてくれたわね。認めてくれた。もうそれがすごく嬉しかった。まあね、私が日本の着物地とかね帯地でドレスを作り出したっていうのはものすごい昔の話でもう結局50年ぐらい経ってるんですよ。だから私の思いはね日本の着物地とか帯地とかずっと日本人がね日本の気候とかね日本人の体に適したね繊維を織って作ってきたそのものすごい文化が素晴らしいと思ってんの。それで私は戦争の後第二次大戦の後でね店をしてドレスを作り出した時はねヨーロッパの外国のねがすごかったからもうパリやとかスイスとかねイギリスとかねそんなとこのね生地でずっと服を作ってたんですよ。それで初めて外国行った時にねもうこれは全部外国の生地だけど日本の生地と日本人が今まで着てたねその日本の着物地とかそういうものとね全く違うなと気がついたの。それでもっともっとね日本のそういうものに目を向けてそれを大事にしないといけないなと考えて初めて私が日本の着物地とか帯地でドレスを作るっていうことを考えたんですよ。この度ももうぜひね私が着物地とか帯地で作ったドレスでね外国の人に見てもらって日本のね繊維って織物っていうのはねやっぱり素晴らしいなということをね感じてほしいよね。そう思ってます。もうね本当によく行ったねそうした思いがけない出会いがあってねあれどこやったかヨーロッパのどっかのねとこのレストランでね私らが桜桜歌ってねそれでそんなんしたらね向こうのね厨房の人がみんな出てきてね向こうの国の歌を歌ってくれたりねすごい楽しかった。いくら自分がお金持ちのねになってもねそんなもん飛行機乗ってね150カ国なんか絶対回れません。万博へは足運んでもう本当に素晴らしかったっていうことをね見てほしい。でそれは何も私ね大阪とかね関西だけのことじゃなしに個人でもそう思いますよ。あなたのものすごい財産になるよってだからぜひ行きなさいって私は勧めますね。だからね私はもう万博の夢洲が前になるぐらいねみんなが来て見てほしい、世界のね文化をね見てほしい。ぜひねにぎわってほしいわ、そう思ってます。